ハロー、こんにちは。T1vs チームヘレティックス。レッドブルのイベント。あと残り2試合。チームヘレティックスメンバーなんとトップワンダー、ジャングルヤンコス、ミッドパークス、ADC フラッグとサポートカイザー、上半身元 G2。ADC のフラッグともパークスが抜けた後 ADC に入ってきて G2 に一時期いたんで、もうほぼ昔の G2 というか、2018年以降のG2 のワンダーヤンコスパークス。アイビさんはね、ヘレティックスは抜けてどこに行くかまだ決まってないですけども、元 G2 ですよ。はい。で、この大会の縛り、この試合まであるんですけど、もう4試合目だから30体使えません。 T1 使ったチャンピオン、敵と味方が使った自分たちが使ったチャンピオンは使えないという縛りが T1 だけにあります。なのでピックマンがめっちゃ面白い。でもそろそろきつくなってきてそう。しかも相手強いしね。ワンダーヤンコスパークスだからね。レジェンドだよ。ヤンコスリージンできんの？ヤンコスさん衰えてないんですか？リージンできるんだよ。ザヤラカン残ってる。そういえば誰もザヤラカンやってねえ。これはね、ヘルテックスはマジで強いから、他のメンバーと比べると。他はなんか2軍とかさ、最近なんかね LEC に入ってくるみたいなチームだったからあれだけど、こっちはもうワンダーヤンコスパークスは T1 破ってますからね、2019年で。ヤスをグマヨシのガチピックのザヤですよ。メタでもないのによく使ってたしね。ザヤ超得意だからね。ヤスを使ってしばいてたね。パークスがヤスを ADC とかやってたけども、ヤスをミッドかな、さすがに。バードここで何を取る？そろそろガチめのピックしてくるか T1。結構お遊びのね、なんかブライヤーとかケイトリンサポート、ケイトリンサポートお遊びではねえと思うけど、何が残ってるでしょうか。ピックバンマジでやりづらそう。あかりー、わあこれはメタですね。てか J4 今日出てこないね。J4 ナーフされすぎたか。Q のクールダウン2秒はえぐいよね。今のところ世界大会のメタです T1。はい、ガチガチです。さすがにリスペクトがあるか。ちなみにこれ多分後ろ姿ゼウスだと思うんだけど、ゼウスがチームヘレティックスにことを調べてて、会場でここに映ってるのエビーなんだよね。アップデートされてない。あれチームヘレティックスってどこのチームかなって、多分初めて知ったんだろうね。トップレーンのエビーって言うんだ。これちょっと面白かった。エビさんどこに行くかわからないんですけど、今ちょっとゼウスびっくりしてるかも。ワンダー誰やみたいな。戦ったことあるかエビーとゼウス。そういえばエビさんが瀬戸使ってゼウスのジェイスに 100CS 差つけられてしばかれた試合があったな。JSI で瀬戸で、ね、他のやつらはしばいてたのにゼウスだけは強かったって言ってたね。うわ GS 版してきてがあるチームヘレティックス。ウーコン世界大会であまりピックはされなかったけど勝率は異次元に高かったよなこいつ。ソロ級ではねやっぱクリア速度が遅かったりして勝率は低いんですけど、集団戦が異次元に強いね。集団戦ができる車庫みたいなもんよ。構成強そう、集団戦構成だ。に対してルブランこれボトム野草なの。パークスが ADC だったらわかるけどね。でここでノー安定の誰が来てもトップレーン相手できるよって。何を使う？ヨネはバンされってか使えないよね。
フェイカーがさっき使ってたし、トップピックマジないよな。さっきボリビア使ってたもんね。何が残ってんだよトップ。トロが残ってんじゃね、そういえば。ヨネ相手どうか分かんないけど、ルシアンおい、ケリアのピックで俺ネタバレ食らったんだけど、ケリアのピックの方が先に見えたと。 0.5 秒ぐらい先に。おい、今日めっちゃトップ ADC キャラ使うやん。アクシャンしかり、ベインしかり、ボリビアからのルシアン。ルシアンはね、ソロレーンで暴れすぎてたから2年ぐらいかなり直されてもう見なくなったけどね。ハローこんにちは。ヘレティックス VST1 始まりました。ピックはまあおもろいね。なんかヨーロッパチームもそんなガッチガチというかオフメタピック選んできてるね。おもろいわ。ヤスオバード、シナジーどこ？サブスクライブありがとうございます。まあでもグマユシ今日キレッキレなわけですよ、マジで。ね、やばかったよね。チョガセでもキレッキレだったし、ドレイブンしかり。あともう一体何やったっけ、ちょっといろんなピックありすぎて覚えてないんですけど、でもグマユシのザヤはガチだよ。しかもザヤラカンでシナジーありますよ。ラカンもね、ザヤと一緒にいると機動力も半端ないし、ブルンク距離も2倍ぐらい出るし、火力も上がるし。サブスクライブありがとうございます。そしてフェイカー対パークスのルブラン、これはね期待できます。あのウーズイを弱かった時代の G2 で倒したんだからね。 RNG、 ウーズイ全盛期の頃よ。もうどの韓国チームですら止められないみたいな。気づいたらもうなんか20分 300CS 食ってるみたいな。エズレアルをウーズイがプレイしてトップレーン戦やってる時にトップでタワー下でファーム食ってるトップレーナーからエズレアルのアルティメットで CS を奪うほど自己中心的に CS だけにとらわれていたウーズイを倒したからね、ルブランで。しかも味方のボトムレーン弱すぎてハイマーディンガーさせてさ、最後の試合でルブラン出してウーズイのシビアしばきまくってテレポート、ランタン乗れねえようにワードみんなで置いてたやつな。マジで無双してた。あの時 RNG 中国優勝、MSI 優勝してたからね。止めたんですよ。誰も期待してなかったあの G2 で。あの時ボトム本当良かったからな。ヒャーナンとワディットで。パークスのルブラン期待です。でフェイカーのアカリで、トップはルシアン。やっぱトップね、ずっと一緒だね。トップでデケイウェブ作ってジャングラーは結局トップサイドに来てくれてって。でもリーシェンも今回毎回ポーズするとき一瞬さ、ここにオーナーが出るのやめてほしいんだけど、さっきポーズしたとき一瞬オーナーの髪型が判決に見えたんだよね。しんちゃんのプリケツに見えるんだよね。でもなんかヤンコスが切れてたな。なんかヤンコスに問題があったらしいけど。theoretical best of 5. Yeah, and the formula has basically been the same. There will be some kill trading early on, but T1 will just consistently pull ahead in the gold, whether it's through farm, whether it's through more advantageous kills, tower plates. 何のポーズなんだろう、わかんない。まあでもポーズが短いね、いいね。ポーズから戻ってきましたが、もう1分もしないポーズで、トップではやっぱ連戦強いやつがデケイウェーブを溜めてタワー下に押し込んで、その間にハラスをする。これがね、まあレンジのやり方ですよね。連戦の強いレンジの。おお、パークス、これね、ルブランってね、チェーン当てるとめっちゃ強いですから。でアカリってさ、ダブルの煙幕があるじゃん。でも煙幕ね、リーシンとルブランのチェーン、リーシンの E とルブランのチェーンに可視化されちゃうからね、アカリ使いづらそうだよね。おお、フェイカー全部いなす。戻ってくる。なんなら
マナがね、うわ、イグナイト使わせるね。テレポートが自分はあるからね、ここで入っていける。マジか。ゼウスもなんかマジでギリギリを攻めてたけど、フェイカーもあそこで戻んのかよ。バードがいねえから、ボトムではしっかり押し切ってバックのタイミングを作る。ブリンク距離えぐザヤだから。で一緒に変えることができます。これがザヤラカの強さでもありますね。バックが速い。サブスクライバーある。ゼウスが今日さ、レンジキャラ使ってる時、相手マジでファーム食えないよね。ベインしかり、アクションしかり。ワンダーガチで辛そう。射程管理がもう抜群にいいんだもんな、ゼウス。まあでもルシアンは本当連戦強いっちゃ強い。でもナーフはされたから最近出ないからね、まあ、まだちょっと強いんだろうけど、ワンミスで終わるキャラではあるよ、やっぱトップレンジって。一時期ルシアン強すぎてミッドにも出てたからね。Yeah, see how soon Wonder can get back. Maybe pick up some early tappies, make the lane a little bit easier for himself. こんなにレンジキャラ使うのに JS が出てこないのが俺ちょっと泣けるわ。ブローケンブレードを JS で縛いてくれ。But it's looking very similar to all of the other Zeus has arranged champion lane phases, which is he's bullying. HP 削ってでけえウェーブをターシャに持っていく。しかしちょっと気づかれるのが早いってことはリシンが来る可能性が高いぞ。行くのか。リシンは見えてる。やめた。いいところにフラッシュ切る。そこしか生きる道はなかった。まあこれはね、ナーのワードが良かったね。リーシンもタイミング的にちょうどトップレーンにいたから、いなかったらキルだったからさ、あそこでキル取ったらもう確実にゲーム終わってたんで、トップレーンは。当てるフェイカー。しかしターシャに持ってきてチェーンを当てるぞ。これフラッシュ W とかあればワンチャンある。ヤソ避ける。ラカンが W がねえからってオールインしてきた。うまフラッグとフラッシュしてザヤの羽を避けた。フラッグとヤソも使えんの。パークスがさミッドレーナーだったけどキャップス呼ぶってなって ADC 一時期やってる時はヤソも使えるしシンドラボトムもいけてて本当に面白い2019年の G2 だったけど、ああここで W 使ったよ。ザヤフラッシュないよでオールインエグゾーストで、おお羽をいなす。これ羽食らってたら死んでたな多分ヤスオ。ピックもなんか本当2019年とかの G2 だよね。ワンダークソしばかれてるけど。実質 G2 が2つあるっていいよな。Reigning world champions to be able to get a 2v2 kill like that. Gonna immediately raise your morale. Yeah. Folks has been doing well in the 1v1. Faker though, doing a decent job himself, keeping the CS relatively close. Top lane is where we see the biggest discrepancy with Zeus, building a massive CS advantage, getting closer to that first major item. パークスがね ADC に楽しさを見出してたら多分あれ続いたんで2019年の同じメンバーで。多分だよ。パークスがマジで ADC クソおもんないって言ってミッドで戻っちゃったからな。本当はファナティックとかに戻りたかったの行きたかったんだけど強い強豪のところに G2 のファッキングオーナーがクソすぎて行きたいところに行かせてもらえなかったからノースアメリカ行くっていうね。でもノースアメリカに行ってすぐに優勝するっていうね。 C9 で C9 もなんか5年ぐらい優勝しなかったのにパークスいきなり C9 に行った瞬間優勝ですから持ってるよな。おおヤンコス決めていく。バードもいるからえぐいね機動力が。ヘレティックスさ去年はさ本当序盤のシーズンなんなら3分の2のシーズンマジできつかったけどね。誰とは言わないけどミッドとファッキンサポートに問題抱えてて
Owners here too. They know this is the weak point right now for Team Heretics. まあ名前出してないんで。 Wonder's probably dead. They're trying to, yeah, with the Herald as well. で He's も not going to have many avenues of この escape. T1 相手いい試合してるよ。 Side of the map. ヘレティクスしかし穴はトップってことでトップを攻める。 Gonna sidestep the double pistols. The Beyblade won't even be necessary as Owner just barely able to walk away. But 勝ってるレーンに行くっていうのがねマストではあるよね。 Going toe to toe. バードが助けに来たフラッシュを使ってヤンコスはいる。 Here comes Yankos. Sonic Wave ヤンコスがつなげる。 Faker doesn't bother flashing. フェイカーダウ Think ン that。it's worth it. And that means that another kill goes over to Heretics. The gold still sits in the lead for T1 because of the pressure that they're putting top lane, But only slightly. but only slightly. This is the best early game we've seen from any of the teams competing thus far. レートゲームはどっちが強いかな。 Blackhead not quite able to sidestep there, but does get the wind wall out in time. T1 じゃねえかな。 This is too disadvantageous. まあ戦い方にもよるしね、まあ、なんとも言えないけど別にレートゲームになったからどっちが勝つかっていうのはあれはないと思うけど、まあ T1 の方が強いと思うよ。 Yeah, but for the time being, the bot side of the map is looking まあ very もちろん good ルシアンがうまく for Heretics. 使える前提ではあるけど Tries ね、 to やっぱり flash his ADC2 人もいるん minions, で but quite connected. ADC はレート The ゲーム強い ignite です does から、 reveal him. Yankos then applies the slow with the smite. Faker says the まあ、リーシンもルバランも flash ね is 割と worth it. 腐っちゃう Doesn't から have ね。 the E, doesn't really have any other way to get out, so doesn't bother taking the gamble. でヤスオはハマれば強いけ Yeah, ど except メレー that なん there, so you need to で get away from the next ヤ play スオもレー that トゲーム happened バ on チ the クソ lane. 強いけ Play ど of 安 their 定は own. しないよな。 Faker, ほんと sword スキル shoes, Hextech alternator, なんだ decent burst 個 damage, 人 but 技によ Kaiser る lives here. みんな Again, yeah, we haven't really 難しいキャラが seen Kaiser get 揃い out ま to く the ってる map ん much this で game. It's all been about Kaiser using this bard to roam around, putting consistent pressure onto Faker. Yeah. Credit to Guma as well, despite the scoreline being in favor of Blackhead. Guma pretty solidly ahead in terms of CS. Carry on the way down, however. Blackhead maybe forced to use the wind wall here, Oh, no, blocking the couldn't double know that. daggers. Nice trade from Gumiyushi though, pushing Faker back. He's going to be forced to base now. We can see Yankos hovering around the top side of the map, but I believe that T1 ヒルでは勝ってるヘレティクス、ドラゴンも取ってはいるけども Is that a control ward? It is being pinged right now. トップの差がえぐいね。もうルシアン・クラーケン出てんじゃん。 Yankos going to get level 8. Look ト to ッパーも reset. 助けられないよな。リーシンとナーじゃ無理だね。 I imagine the team fights ル are シャン gonna be 機動力もある explosive. し、リー Dragon シ not ン for の another スキル 3が minutes. もうちょっと Herald ギャンブルすぎる、当たるかどう as か。 Very good ト back ップは for ギブだから Yankos, though. 反対側で何かしなきゃいけない Everybody ヘレティ feel クス。 Will he do the owner strategy and accept every Q as a challenge? お互いにジャングルも触ってます。 I feel like this is a pretty, you know, we look at the draft, we look at the play thus far. It feels like a pretty disciplined Team Heretics. Oh, yeah. You know, I feel like our games today have wandered between incredibly intense regional うまい rivalries な、 to パーク show スでも matches, 本 and 当。 now this one is feeling like The gloves are off. the gloves are off. Pretty real deal BO1 here. T1 really showing their respect to バイタリティでスーパーチーム作ったと思ったらなんか終わってたよな。パークスとか veteran ボーとかで。 players. I mean, even Flacket and 何 Kaiser があ at んな this 終わってた point, の they バ are イタ no リティ rookies by any これは means. LEC は Both title エビさんのチームしか追ってなかったけど And this is a roster of champions domestically. メンバーはねめっちゃ強かったはずなんだけど And I ね。 think we saw that as well in the ban approach and the pick approach. I think T1 overall are pretty content with their draft. And we'll see how the team fights play out. 地獄やな。しかしバードこれがあるんだよね。おおでもキルはバードだ。ナーが欲しかったけど。でも3人トップ行く。じゃあおめえ反対側どうなってんだよと。やつお前ウェーブくらいできんのかメレーチャンピオンがよ。HP 削りに行きます。殺せないのは分かってるけど HP を少しでも削ってタワー下でファーム組めないように反対側に行くのね。完璧ですね。トップ3人じゃボトム側で人数有利ありますんでここで攻めていく。でもバード戻ってくるのも早いからディバインサンダラ持ってるからウーコン勝てえぞ。でテレポートでしっかりゼウスがカバーしに来る。お互いにトップレーナーボトムに来た。5人5対5始まるか。トップとボトムがめっちゃ T1 有利だね。でもゴールドはほぼイーブン。若干 T1 勝ってるか。Yeah, and as much as getting that kill on the top side feels good to, you know, take Zeus down a peg to give a bit more space for Wonder to play the game, it costs you a パ couple ワー of プレー plays ト差が on え the ぐい side, な。 ultimately even in gold at best, but potentially losing out on some other ちょっと opportunities. T1 がすごいガチ感があるね。 Pretty difficult. でヘレティクスもヘレティクスで全然うまくやってる。トップはグロいけど。バードのロームが刺さってますわ。全部のキルに関わってるね。ヘレティクスのサポートうまいな。
これが言いたかった俺はずっと。ヘルティックスのサポートうまいなって俺は去年ずっと言いたかった、今年か。Yeah, I feel like kind of knows the pressure is on Perks to try to build a greater advantage. ヘルティックスのミッドうまいやんって言いたかった。 Tough threat to deal with. Of course, while you don't have a traditional AD carry, Hydra's going to be very vulnerable if Faker ever gets on top of him. Blackhead has to be careful as well. 全部の試合見たんだけどな。So much also his strength, of course, is how slippery he is and the ability for Windwall to mitigate a lot of threat. But once you get on top of him, if he's not ahead, all can fall apart pretty quickly. Faker level 11, eyes in the pit. Knows that this is happening. They're just going to try to burst it down. おー、ヘレティックス T1 相手にドラゴン2個有利取って離脱まで完璧だ。おい、ちょっと待って、これ強いぞヘレティックス。まあゴールドは負けてるけどね、 T1 が結構でかいゴールド有利取ってるよ。2000ゴールド弱はでかい、15分で。しかしオブジェクト取られた。で今回オーシャンソウル。でチームヘレティックスもね、ここ最近やっぱメンバー集まったわけで練習も1ヶ月できてるかどうか怪しいぐらいだからさ、それもきついはずなんだけど、いくら T1 がピックが縛られてるとはいえ、見た感じ全然メタだし、キルではリード取っててドラゴンでもリード取ってるってことはさ、これ G2vs ファナティックっていう構図がずっと続いてたけど、そこにチームヘレティックス加わってきそうだね。ヨーロッパといえばまあ G2 とファナティックっしょっていう時代があります。あとマットライオンか。マットライオン。マットライオン国際大会マジゴミかすすぎるからな。国内だと強いけど。ジェンジーが韓国のマットライオン言われてたのは笑ってましたけど。LC 余計楽しくなりそうだね。Bit of hesitancy from T1 to actually start this one off, but Ona will now begin it. As Jankos cross map, stealing away the Gromp on the other side. これで勝っても T1 相手にバン35個必要ってことになるんだよな。でもさ、ハンデ確かにエグいっちゃエグいよな。35キャラ使えないんだよ。このゲーム160体キャラ超えるけどさ、全部がね使えるキャラじゃないわけじゃん。その中で35体、おっとフェイカー相手がダイブしようとしてきたのをフェイカーが返す。まあパークスがちょっと無理したところを1対2でまあラカン来てくれたけどしっかり返していく。To close the gap between him and Perks, forcing the flash out from Perks. And then Yako's saying, you know what, I can take you 1v1. これはでけえ、タワーにもつながるし。Two quick kills picked up for T1, and that's going to be another tower as well. 何があったパークスお前。ダイブするからってことでちょっと攻めたんだね。あー、W を避けられたんだって。タワーショットも2発3発食らって、クローン使ってウルト使って、おお前が細かいディテール。シカゴカイザーうんま。チームヘレティックスのサポートうんま。おおタワーにもウルト使ってダイブできるように。カイザーうめえ。噂には聞いてたけどうまいなほんと。Need to see large rod as well as the proto belt now going to make him that much harder to lock down and take out, that much more threatening to the back line. So it starts as a decent play in favor of Team Heretics. T1 just going to walk in, one shot that tower. They feel pretty good about the exchange as Faker now getting aggressive. 強いけどヘレティックスも。おフェイカー入っていく。タワーが取れてね。他のチームはねこの時点でなんか5000ゴールドぐらいの差を全部つけられてたんだけど。あでも4000ゴール、まあドラゴン有利はあるか。せめてヘレティックス。タワーが取れないね。なんかさ強いチームって本当キルで負けててもゴールド勝ってんだよね。CS だったりタワーだったり。But doesn't want to risk anything, doesn't want to overstay. Not entirely sure where the rest of T1 are. Now can see everybody but Guma, however, so maybe feeling a bit more confident as he's stuck around on the bottom これ side of 野 the 草 map. がさねちょっとバードと相性があるわけじゃないからね。リーシェンのキックもマルチで当てられるかっていうとあれだし、グラガスがいるわけじゃないしな。あとはナーのノックアップぐらいしかない。ルブランとバードがねヤソにつなげてあげられないんで、まあ、ヤソちょっとやりづらいよ。
コンボがない。 It feels like the T1 just have so much more control of the map right now. Their line assignments continue to be good. You can see Akali with the advantage in mid. Zeus holding on to his advantage. ヤソピックしたはいいけど CS40 負けてるし。 Between the 280 carries. And I think this is the struggle of a champion like Yasuo bot lane. As much as Kaiser and Flacket have had a fantastic 030のザヤが噴火 CS10 超えてるのはなぜな At ん the end だ。 of the day, as we get later and later in the game, what are you going to prefer to have on your team comp? You know? なあまあ追いついてはきたな。 Yeah. Well, you got a 1.5 item Zaya versus a 1.5 item Yasuo, and I think that That range is going to be interesting for sure. These fights, I don't think they're that easy for Heretics to play. Maybe I'm wrong. We'll have to wait and see. But for now, it's T1 that hold on to that pressure. 3K, 4K is the goal lead, give or take. プロはほぼ CS 差で決まるってグマが言ってた。 Sorry, try and や contest っぱ this. CS なのか。 tempted to walk in. 15 Just CS barely ワン misses キル Honor 組 on な that の one. Honor will now know that he's in the area, can hold on to the smite. Use it at the last second just to make sure LeBlanc has no steal potential as Faker just 今の continues あと to 賞 threaten. 金のシステムがね、キルでお金取っちゃうと賞金がつきやすくなってるんだよね、確か。 But the top side for Heretics seems to be the counterplay here. CS だとその賞金つかねえんだけど。 T1 now looking to respond, however, just allow that Herald to crash. だからバウズがね、なんかインティングしてるのにみた Punish い Team な。 Heretics for overextending. Flacket needs to get the hell out. Yankos could leap to him in a brief moment. ウコン Kick back onto エン two. ゲージは強いが、リーシンが Obviously しっ not かり gonna キッ ult クア on ウ that ト one。as the Herald charge is denied mid lane by Kaiser. The camps are gonna be stolen ルシアンの靴って普通 CDR？CDR 多い、確かソロレ I ーン。 mean, they could use it to force a fight early. They must feel very strong right now. スキル回したらね、 Spike secured for パッシブいっぱい出して2発撃てるんで。 Ooh, Park's immediately forced to double dash. He now has to dash back to the previous distortion mark as Faker does use the ultimate. R2 on the perfect execution available. おお、フェイカーのブリンク予測してバード9打ちやがったこいつ。フェイカー戻ってくるだと？ Shroud down, Flacket. Wind wall comes through ウィンドウォールがないぞ、ヤスオいけるのかこれ。ウィンドウォールがあればヤスオもいけるけど、でラカンもしっかり帰る。ラカンの戻り方。ぬるっと帰るな。 Owner just continuing to posture, but T1 pushing Heretics back, getting a lot of relevant abilities out. I mean, T1 play right at the edge. I like that knock-up engage from Flackhead, but he's the one that's forced to flash away to safety. Faker also losing his flash in the exchange, but no one loses their life. The Baron is still up, of course. Unlikely to be the next major objective with Dragon spawning in about 3.5 minutes. ドラゴンなんだけどね。 Continue their farm, slowly scale up, complete those 2個取らなきゃいけねえ。 extra items. Perks, おっ though. と、ルシアンがここにいるってのは気づいたぞ。視界に映らない。マイブリンクした瞬間を狙う。 Dash in, just land a chain. ダメージだけ与えて、バードが来て、スタン。あ Hits the stun. おいおい、ブリンク読みしてやがるぞ、このカイザー。 Just lands it on the うまっ。 dash. Very nice. 全キルに関わってる。 Now the rest of T1 are looking to try and punish. Wonder has his eyes on the turret. Flash from Ona. Knock up perks. There's really just nowhere to go. He can dash back. Maybe he can get tricky with his own, but he throws the chain out. Owner will そこで油断したところをしっかり刈り取っていく。 Meganar, not the preferred form for running away, but the blast cone is there to take him out to safety. Wonder debating. Ends up being a 1-for-1 overall. Team Heretics do secure themselves the tower. But just like a very slow, methodical back and forth game between the two teams. We talked about how the tone has shifted, and you can definitely feel it. Yeah. T1 being a lot more T1 何？バロン行くの？ルブラン10秒で帰ってくるよ、テレポート持ってて。この時間帯のバロンは難しそうだけどな、戦ったら勝てるって分かってんのか。バードのウルトもあるから時間も稼ぐことができる。テレポートで来るルブラン。バロンはどうなる？ヤンコスダウン。ファイトも勝ってる。バロンもしっかり取る。オーマイガー。全部取るやん。なんだこれ。バロンを背に抱えてるのに、バロンのダメージ、バロンのデフ食らってんのに関係がないぞ。なんやこれ。普通22分のバロンなんかクソ事故るやんね。何これ。バロン殴って全然戦えてバロンまで取ってる。ルブラも TP あったんだけどな。謎。謎。普通ああいうバロン叩いて5対5は無理だろうと思うけどね。見てみましょうか、ゆっくりスローで。メガナーじゃないってのはでかいか。フェイカーが入ってってリーシンがキックするんだけど、なんかよくわかんないリーシンのフラッシュキックだったね。リーシンのキックにヤソが合わせたけど、ヤソも一瞬で解けたな。And really for any team, even if it's not T1 that you're playing up against, if you don't pull the trigger, if you don't engage perfectly as Team Heretics, you do just get shredded.
That's double 80 carries. See Akali. The knockup comes through on the flag, and he will just get instantly cut down. That's the stun into the wall, though. Wonder getting bigger. でもメガナーだぞ、メガナーだぞ。バードの Q フラッシュ外れる。リーシン、ウルト Q をつなげたが味方のフォローアップ、Q のスタンは完璧だ。パークス綺麗に決めた。人数的には不利だけどチームT1 攻める。でもさすがにこれフェイカーはダウンだろうな。キル数は99で一緒だが6000ゴールド差。forewent the inhibitor in exchange for trying to go for these fights. That may very well cost them the dragon. TP is available on Faker, but that's 30 seconds away. 生き残ってる数は多いぞ。ドラゴンはどうだ。テレポートないルシアン生き返るけどスキルが当たらない。Owner does even really have the capacity to stay in the area at this stage. Taking a decent chunk of damage. Q is there, but いやーリーシンのカウンターだね。ウーコン W 使って Q ボディブロックしてもらって。ドラゴンバードのウルトで一旦ドラゴンは勝った。バードのアルティメットで逃げる。バードのポータルだったわ。でも生き残られない。ここで戦ってしまったらおしまいじゃないか。ヘルテックス逃げられないか。逃げられない。でもヤソンのノックアップダブルで入るけどもみんなで早くはなるがどうだ。柔らかくなったぞ。T1 again taking the fight. I mean, T1 may have spent a little too long chasing for kills because it's going to be difficult from this point to be able to siege. But you know what? T1, they know the position that they're in. They know that they're extremely far ahead, and they're going to be happy with their 7000ゴールド有利。このタワー取って8000ゴールド有利。Level 16 on the Akali. アカリレベル16フェイカー、パークスレベル14。KDA はいいけどオルブラン。なんやこれ。どこでそんな差が生まれてんだ。Nice knock up there from Flacker to buy a little bit of time, but the TP comes in from Faker. A nice ultimate from Zeus. Kaiser doesn't have anywhere that he can go. Flacker gets completely torn to shreds by the mid-jungle duo of T1. A good ultimate from Flacker isn't quite enough. While Wonder does get a kill on the backside, it's T1 that end up cleaning up the fight. おっとリプレイ中にオーナーダウン。シャットダウン。Isolated from the rest of his team. Is right, owner. Your Lee Sin, your Wukong. でもオブジェクトはありません。バロンやドラゴンがあればティームヘルティックス取れたけど。Still an incredible performance overall. He had some fantastic Lee Sin kicks earlier, and some of his engages on the Wukong have been stellar. Now, support or combat, Kaiser and Carrier both arguing over who has the better K name. The battle is yet to be decided. Dracos. That's what they got on stage today and said, who has the better name? リュウジ腕太くなった。なんで俺このコメント拾ったんだ。いや俺最近痩せたからもう細々ですよ。なえてる。わあフェイカーフラッシュアウトしたんだここで。ああワードがあったんだね。そういうことね。かわいそうな猿。ヤソのシャットダウンか。Maybe you could argue that was not the place that he should recall. Maybe. But only maybe. まあでもオブジェクトなかったしね。I can't say. Yeah, I can't say. Was that the place you should have recalled? ジャングルの差が出てるな。トップの差もえぐい。ミッドの差もあるか。なんならもう全部の差があります。7000ゴールド差。レベル差もでかい。ザヤレベル15だぞ。ソロレーナーと一緒だぞ。なんならナーよりもレベル高い。1レベルで500、600ゴールドぐらいの差があるってね、スタッツの差があるって言われてるんで。レベルも考えたら1万ゴールド以上の差がある。唯一あるのはティームヘルティックス。4ドラリーチ。しかしファイトに勝たなきゃいけない。Certainly is. And here we are. Baron's going to spawn and immediately it's going to get started up. Faker push down. WADC だからバロン早いぞ。もちろん戦うなら今しかない。
バードのウルトを使う。ウーコンとラカンの集団戦いかれてんだろ。なんやこれ、なんやこれ、全員なぎ倒してったけど、遠くからルシアンはもうウルトでバーって決めるだけでえっぐ。何今の、何が起きてんだ。ウーコンの集団戦って最強だよな。なんか世界大会で勝率8割ぐらいあった。I'll say if this is Mortal Kombat, that's a brutality right there. Oh yeah. My man's missing his head. フル HP やみんな。一発も投げれずにヘレティックで死んだだろ。3人フラッシュ残ってるし。いや T1 ちょっとお遊びしなかったね、ヘレティックス相手は。さすがに G2 のメンバーもいるし。GG。皆さんこれで T1 のハンデは消えます。なぜならラストゲーム、次の試合 G2 相手だからです。ヨーロッパといえば G2、 なんなら今年の世界大会のスクリム JDG 相手勝ち越していました。